その最後の瞬間も、二人は手をつないでいた。臨終の直前、夫はかすかに目を開けた。2026年5月23日、韓国のある静かな地方病院で、信じがたい出来事が起きた。午後3時14分、同じ病室に並んだ2つのベッドで、心臓モニターがほぼ同時に一本の線を描いた。医師たちは言葉を失った。看護師の一人は、その場でしばらく動けなかったという。2人は夫婦だった。夫は87歳、妻も87歳。1966年に結婚し、共に歩んだ60年の月日、その最後の瞬間も、2人は手をつないでいた。臨終の直前、夫はかすかに目を開けた。隣で眠るように横たわる妻の手を、震える指でそっと握り直した。そして、か細い声でこう言ったという。もう一緒に行こう。それが、この世に残した最後の言葉だった。担当医は30年以上のキャリアを持つベテランだった。しかし、こうした同時死亡のケースは、一度も経験したことがないと語った。医学的な説明を超えた何かが、そこにはあったと。人は死を、喪失として語る。残されることの痛みとして語る。しかし、この二人の最後は少し違う。死そのものが、愛の形をしていた。60年間、同じ食卓で食事をした。同じ布団で眠った。同じ悲しみに涙を流し、同じ喜びに笑った。長い時間をかけて、二つの命はゆっくりと、深く、同期していったのかもしれない。心臓の鼓動が似てくる。呼吸のリズムが重なる。そして最後には、止まる瞬間まで揃えてしまう。これは偶然だったのだろうか。それとも、60年という歳月が必然として導いた結末だったのだろうか。この話を聞いた時、多くの人が涙を流したという。悲しいからではない。あまりにも美しかったから、人が人を愛し続けるということの、その極限の姿を見た気がしたから。では、この二人はどんな人生を歩んできたのか、どんな出会いがあり、どんな時代を共に生き抜いてきたのか。次は、二人の物語の始まりへと遡っていこう。それは、偶然ではなかったのかもしれない。1966年、韓国はまだ、戦後の傷跡を癒しきれていない時代だった。街には活気と貧しさが混在し、人々は明日を信じることで今日を生きていた。そんな時代の中で、二人の若者が出会った。男の名は、ユン・ドンヒョン。当時28歳、地方の小さな村で生まれ育ち、都市部へ働きに出てきたばかりの青年だった。口数は少なかったが、目に静かな誠実さを持つ人だったという。女の名は、キム・スンオク。当時25歳、学校の先生をしながら、老いた父を支えていた。笑うと目が細くなる。そんな人だったと、娘は後に語っている。二人の出会いは、ある春の市場だったと言われている。ユン・ドンヒョンが買い物袋を落とし、スンオクがそれを拾った。たったそれだけのことだった。しかし、その一瞬が、60年という時間の始まりになった。同じ年の秋、二人は結婚した。式は質素なものだった。派手な衣装も、豪華な食事もなかった。それでも、二人の顔には確かな喜びが宿っていた。二人が選んだのは、華やかさではなく、共に歩むという覚悟だった。その覚悟は、簡単なものではなかった。結婚してすぐに、経済的な苦労が始まった。ユン・ドンヒョンは工場で働き、スンオクは内職をしながら子育てをした。子供は3人生まれた。長男、次男、そして末の娘。家は狭く、食卓は豊かではなかった。それでも、夕食の時間だけは必ず家族全員が揃っていたという。スンオクはこう言っていたそうだ。お金がなくても、一緒にいれば温かい。と、その言葉は、子供たちの心に深く刻まれた。時代は変わり、韓国は急速に発展していった。しかし二人の暮らしは、変わらず静かだった。特別な旅行はしなかった。贅沢な買い物もしなかった。それでも毎朝、ユン・ドンヒョンはスンオクのために温かいお茶を入れた。60年間、一日も欠かさずに、これが、二人の物語の始まりだった。では、この二人はどのようにして出会い、どのような言葉を交わして、夫婦としての道を歩み始めたのか。次は、二人の出会いの瞬間へと、もう少し深く踏み込んでいこう。
1960年代初め、韓国はまだ戦争の傷跡が深く残っていた。人々は貧しかった。しかし、それでも生きていた。笑い、恋をして、未来を夢見ていた。ユン・ドンヒョンは当時、24歳だった。小さな商店で働きながら、夜は帳簿をつけ、朝は誰よりも早く店を開けた。派手さとは無縁の男だった。しかし、その目には静かな誠実さが宿っていた。チェ・スンオクと初めて会ったのは、1965年の秋のことだった。近所の知人が開いた小さな食事の席だった。席の端に静かに座っていた彼女を、ドンヒョンはただ一度見ただけで、目が離せなくなった。スンオクは多くを語らなかった。しかし、笑うとき、その表情が全てを語った。温かく、穏やかで、揺るがない何かがあった。ドンヒョンは翌日から、毎日その道を歩いた。偶然を装いながら、実は必死だった。3度目に顔を合わせたとき、ようやく彼は言葉を絞り出した。また会えましたね。と、スンオクは少し間を置いて、静かに微笑んだ。そうですね。と、それだけ答えた。それが始まりだった。長くもなく、華やかでもない、ごく普通のやりとりだった。しかしその一言の中に、2人分の60年が、すでに静かに息づいていたのかもしれない。交際は短かった。時代がそうさせた。長く待つ余裕も、遠回りをする時間もなかった。1966年の春、2人は簡素な式を挙げた。花嫁衣装も、披露宴も、豪華とは言えないものだった。それでも、ドンヒョンはスンオクの手を握りしめ、はっきりと誓った。話しません。どんなことがあっても。と、しかし、誓いを立てた直後から、試練が始まった。新婚1年目の冬、ドンヒョンが高熱で倒れた。医者にかかる費用もままならない中、スンオクは3日3晩、彼の旗を離れなかった。冷たい布を何度も変え、薄い毛布を体に巻きつけ、ただ祈り続けた。ドンヒョンが目を覚ました時、最初に見たのはスンオクの顔だった。目が赤く腫れていた。それでも彼女は笑った。よかった。と、それだけ言った。その瞬間から、二人の命は少しずつ、互いに絡み合い始めた。しかし、二人の人生にはさらに大きな転換点が待っていた。それは、ある冬の朝のことだった。ドンヒョンが仕事から帰ってきた時、家の中は静まり返っていた。スンオクが台所の床に倒れていた。意識はあった。しかし、顔色が白く、唇が震えていた。彼は何も考えなかった。ただ、彼女を抱き上げた。医者に見せる金は、やはりなかった。それでも彼は走った。知人を頼り、薬を借り、夜通し彼女の旗に座り続けた。かつて彼女がそうしてくれたように、今度は自分が、その番だった。スンオクが目を覚ました時、ドンヒョンの手が彼女の手を握っていた。一言も言わなかった。ただ、握っていた。その手の温かさを、スンオクは生涯忘れなかったという。IMG。冬の薄明かりの中、男が女の手をそっと握る場面。古びた木の床。静寂とぬくもり。二人の人生には、何度もそういう瞬間があった。どちらかが倒れると、もう一方が支えた。どちらかが泣くと、もう一方が黙って隣にいた。言葉よりも先に、体が動いた。1970年代、経済は少しずつ上向いた。しかし二人の暮らしが楽になるには、まだ時間が必要だった。子供が生まれた。一人、また一人、喜びとともに、責任が増えた。眠れない夜が続いた。それでも二人は、互いを責めなかった。あなたがいるから、続けられる。スンオクはいつもそう言ったという。ドンヒョンは照れて笑った。しかし、その言葉を心の奥に大切にしまっていたことを、後に子供たちは知ることになる。転換点とは、劇的な出来事だけではない。誰かの手を握り続けること、眠れない夜に隣にいること、そういう小さな選択の積み重ねが、やがて二つの命を深く結びつけていく。60年という時間は、ただ過ぎたのではない。二人が、毎日少しずつ、互いの中に溶け込んでいった時間だった。苦しみを分け合ううちに、悲しみを半分にしてきたうちに、二人はいつしか、一つのリズムで生きるようになっていた。そしてその先に、穏やかな幸せの季節が、ゆっくりと訪れようとしていた。穏
穏やかな幸せは突然やってくるものではない。長い時間をかけて少しずつ積み上げられるものだ。二人にとって最も幸せだった季節は、子供たちが巣立った後に訪れた。慌ただしかった日々が静まり、家の中に静かな時間が戻ってきた頃のことだった。朝、並んでお茶を飲む時間。夕方、どちらともなく散歩に出る習慣。何気ない会話の中に、60年分のぬくもりが滲んでいた。おじいさんはよく言った。お前と過ごす静かな蝶が、一番好きだ。と、おばあさんはその度に照れくさそうに笑い、今頃気づいたの、と返した。そんな小さなやりとりが、二人の日常を満たしていた。孫が生まれた時の喜びは、格別だった。小さな手を握るたびに、二人は顔を見合わせた。言葉にしなくても、伝わるものがあった。よかった。一緒に、ここまで来られて、という気持ちが、旅行もした。若い頃には行けなかった場所へ。老いた足で出かけた。温泉宿で並んで夕焼けを眺めた夜のことを、おばあさんはいつも嬉しそうに語った。あの夕日、本当に綺麗だったね。と、しかし、幸せな季節には、必ず影が忍び込む。おじいさんの体に異変が現れたのは、ある秋のことだった。検査の結果を聞いた日、二人はしばらく何も言えなかった。病院の廊下で、おばあさんはおじいさんの手をただ強く握った。治療が始まった。辛い日々が続いた。それでもおじいさんは弱音を見せまいとした。おばあさんもまた、涙は夜にだけ流した。そして間もなく、今度はおばあさんにも診断が下った。二人は同じ病室で、隣り合うベッドに横たわることになった。それは偶然ではなかったかもしれない。60年間、互いに寄り添い続けてきた二人が、最後の場所でも並んでいた。それが、この二人の生き方だったから、苦しみの中にあっても、二人は手を離さなかった。その手が、互いの命を支えていた。やがて訪れる別れの予感の中で、二人をつなぎ止めていたもの。それは、愛という言葉よりも静かで、しかしずっと深いものだった。二人を支えていたのは、愛という言葉だけではなかった。60年という歳月の中で、何度も売れそうになった瞬間があった。病気、貧しさ、すれ違い、喪失、人生は決して優しくなかった。ハルモニは、かつてこんなことを語っていたという、もう終わりにしようと思った日があった。それは死を望んだということではない。すべてを諦めて、ただ座り込んでしまいたかった、という意味だった。子供を亡くしたのは、結婚から12年目のことだった。幼い命が行ってしまった夜、ハルモニは声も出なかった。涙さえ枯れてしまったような、静かな絶望の中にいた。その時、腹ごじはただ隣に座っていた。何も言わなかった。慰めの言葉も、励ましも、何もなかった。ただ、そこにいた。夜が明けるまで、ずっとそこにいた。後にハルモニは言った。あの陣がいなければ、私は立ち上がれなかった。言葉ではなかった。存在そのものが、支えだった。腹ごじにも、そういう夜があった。授業に失敗し、家族を養えない自分を責め続けた時期があった。男としての誇りが砕けて、すべてが灰色に見えた時間だった。その時、ハルモニはご飯を炊いた。温かい一膳を、黙って差し出した。食べなさい。という一言だけで、それだけだった。しかし腹ごじにとって、それは全てだった。人は大きな言葉に救われるのではない。小さな、ごく小さな行為に救われる。隣にいること、ご飯を炊くこと、手を握ること。60年間、二人はそれを繰り返してきた。折れそうな時に、相手が支えた。相手が沈みそうな時に、もう一方が浮かせた。どちらかが強く、どちらかが弱い関係ではなかった。交互に、互いの命を持ち上げてきたのだ。だから二人は、同じ速さで老いた。同じ深さで傷つき、同じ静けさで癒えていった。それは偶然ではなく、60年をかけて作り上げた、二つの命の形だった。最後の病室でも、二人は並んでいた。それは、この長い人生の続きだった。支え合うことが、二人にとっての生きる姿そのものだったから。そしてその姿は、病室を出た後も、何かを変えていった。その病室を訪れた人たちは、しばらく無言だった。二人が並んで眠るように言った。その光景を目にした瞬間、言葉が出なかった。
涙が先に来た。看護師の一人は後にこう語っている。長い間この仕事をしてきたけれど、あんな場面は初めてでした。怖いとは思わなかった。ただ静かに胸が震えた。その言葉は病院の外へと広がっていった。担当医は記録に残した。医学的な説明はできる。しかしそれで全てを語れるとは思わない。と数字で測れないものが確かにそこにあった。その話を聞いた人々はそれぞれの場所で何かを考え始めた。自分の隣にいる人のことを毎朝交わすおはよう、ノーモさん、何気なく過ごしてきたあの夜の食卓のことを。変化は劇的な形ではやってこなかった。派手な出来事でも大きな決断でもなかった。ただ心の奥に小さな問いが生まれた。自分は誰かのそばに本当にいただろうか。と一人の中年の男性はその話を聞いた翌朝、出勤前に妻へ声をかけた。普段はそのまま家を出るのに行ってくるよと目を見て言った。それだけのことだった。でも妻は驚いていた。そして笑った。小さなことだ。取るに足りないことかもしれないけれど、60年というのはそういう小さな積み重ねの先にあるものだ。一日一日のそばにいるという選択がやがて2つの命を同じ速さで刻ませていく。その老夫婦は何か特別なことをしていたわけではないのかもしれない。ただ毎日互いを選び続けた。それだけだったのかもしれない。でもそれだけがどれほど深く、どれほど難しく、どれほど尊いことか。2人の最後は残された人たちに問いかけた。あなたは今日誰かのそばにいましたか。その問いに答えるように静かに人々の日常が変わり始めていた。病室を出た後も2人の命は形を変えて誰かの心の中で生き続けていた。そしてこの物語はまだ終わっていない。最後に残された言葉の意味が今まさにその輪郭を表そうとしていた。2026年5月23日午後3時14分、病室に静寂が訪れた。2つのベッドに横たわる2人の心臓モニターがほぼ同時に一本の線を描いた。医師たちは動けなかった。看護師の一人は後にこう語っている。長年この仕事をしてきましたが、あのような瞬間は一度も見たことがありませんでした。と、おじいさんは最後までおばあさんの手を握っていた。その手は冷たくなっても離れなかった。1966年に結ばれた2人がちょうど60年後の同じ日、同じ時間に静かに息を引き取った。偶然と呼ぶにはあまりにも整いすぎていた。運命と呼ぶにはあまりにも温かすぎた。おじいさんが最後に残した言葉は一緒に行こうだった。その言葉はおばあさんに向けられたものだった。しかし同時に残された全ての人へ向けられた言葉でもあった。60年という歳月は何を生み出すのか。それは記録ではない。それは形のない何かもっと深いものだ。同じ時間を、同じ痛みを、同じ喜びを分かち合い続けた2つの命はやがて1つのリズムを刻むようになる。息遣いが重なり、眠りが重なり、そしてその終わりさえも重なった。医学はこの現象に名前を持っていない。数値では説明できない。ただ確かなことは2人はずっとそばにいたということだ。嵐の夜も何もない平凡な朝も言葉が見つからない悲しみの夜もそばにいた。それだけでよかった。それだけで十分だった。病室に残された花束が窓からの光を受けて静かに輝いていた。外の世界は何も変わっていないように見えた。でもこの部屋を訪れた人たちの何かが確かに変わっていた。2人の命は消えたのではない。形を変えて誰かの胸の奥へと流れ込んでいった。あなたの隣に今誰かいますか。その人の手を握ったことがありますか。60年後でなくていい。今日でいい。この瞬間でいい。2人の最後が問いかけたものはまだここに静かに漂っている。そしてこの物語が残したものの本当の意味は今まさにあなたの日常の中で芽吹こうとしていた。あの日から
世界は変わった。病院のスタッフたちはしばらく言葉を失ったままだった。2つの心拍モニターがほぼ同時に直線を描いた瞬間、誰もが息を飲んだ。担当医は後に語った。30年この仕事をしてきたが、あのような看取りは初めてだった。と、医学的な説明を誰も求めなかった。説明できるものではないと皆が知っていたから、息子と娘は泣きながら、それでも微笑んでいた。二人らしい最後だった。と、娘は静かに言った。悲しみの中に不思議な安堵があった。苦しまなかった。一人ぼっちにならなかった。最後まで手をつないでいた。それだけで十分だった。葬儀は二人一緒に執り行われた。缶は並んで置かれ、花々が二つの間を埋めた。参列者の中には初めて会う人もいた。老夫婦に人生を変えてもらったと話す若い男性がいた。かつて離婚を考えていた時、二人の姿を見て思いとどまったのだという。あの背中が私を救ってくれた。と、彼は静かに頭を下げた。人の生き様は言葉よりも深く、誰かの心に届くことがある。60年という時間が積み重ねたものは、二人だけのものではなかった。周りにいた全ての人の中に、少しずつ分け与えられていた。あの朝、病室に差し込んだ光を、看護師の一人は今でも覚えているという。あの光が、やけに暖かかった。と、それは5月の午後の光だった。2026年5月23日、60年前に始まった物語が、静かに幕を下ろした日。しかし本当は、終わりではなかった。二人の生きた証は、今もどこかで続いている。手を握った誰かの中で、踏みとどまった誰かの決断の中で、朝、隣で眠る人を見つめた。その一瞬の中で、あなたは今、誰かのそばにいますか？その人の存在を、当たり前だと思っていませんか？60年を共に歩んだ二人が残したものは、奇跡の話ではない。毎日の積み重ねの話だ。小さな選択の連続の話だ。今日も、明日も、その次の日も、ただ、そこにいること、ただ、手を離さないこと、それが、全てだったのかもしれない。この物語には、まだ続きがある。二人が残したものの、本当の意味が、今まさにあなたの胸の中で、静かに形をなそうとしている。あなたは今、誰かの手を握っていますか？いつも隣にいる人の顔を、最後に見たのはいつですか？おはようと言えたのは、今日でしたか？60年という時間は、特別な人間にだけ与えられるものではない。毎日の朝が積み重なって、60年になる。毎日の夜が重なって、60年になる。二人は、奇跡を目指していたわけではない。ただ、そこにいた。ただ、手を離さなかった。それだけだった。それだけが、60年だった。おじいさんが最後に言った言葉を、もう一度思い出してほしい。一緒に行こう。その言葉は、死の瞬間に生まれたのではない。60年かけて、毎日少しずつ、積み上げられてきた言葉だ。口に出さなくても伝わる言葉は、ある日突然生まれるものではない。伝え続けた日々の、最後の一粒だった。あなたの隣に、誰かがいますか？その人と、最後に笑ったのはいつですか？最後に、ありがとう。と言えたのは、いつですか？今日でなくてもいい。でも、今日でもいい。むしろ、今日がいい。2026年5月23日、この日に二人が同じ時間に旅立ったのは、偶然ではないかもしれない。60年分の愛が、二つの心臓を同じリズムで止めたのかもしれない。そしてその物語は、今、あなたの胸の中で静かに息をしている。この話を誰かに伝えたいと思ったなら、それがすでに答えだ。あなたが今日、大切にしたい人の顔が浮かんだなら、それがすでに意味だ。手を離さないこと。ただ、それだけでいい。それが全てだと、二人は60年をかけて証明した。今日も、あなたの隣で誰かが生きている。